これまでのあらすじ。今から数十億年前、地球には、アダムという巨大生命体がいて、複数の人を生み出したけれど、隕石が落ちてきて、活動を停止してしまいます。その隕石の中には、リリスという生命体が入っていて、色々あって人間などの生物が誕生しました。時は流れ、世界を裏から操る組織、ゼーレは、裏視界文書を手に入れ、それをもとにアダムを発見します。違います、南極です。しかし、実験中に制御不能になり、セカンドインパクトが発生。アダムは失われ、人類の半分を死に至らしめました。そして次に起こると言われている、サードインパクト。それは人がリリスと接触することによって、引き起こされる大災害です。人類はそれを阻止するため、人との生き残りをかけた戦いを開始するのでした。西暦、2015年。ゼーレが所有する、裏視界文書。その予言通り、日本に使徒が襲来。突然ですが、使徒の特徴。その1、すごい攻撃力。本的に何でも破壊します。その2、AT フィールド。本的に何でも防御します。ちなみに人間も、AT フィールドを持っていますが、防御の効果はありません。こっちですっ転んでいるのが、碇シンジ、14歳。新世紀エヴァンゲリオンの主人公です。この人は桂木美里、29歳。シンジを迎えに来ました。二人はこれからネルフ本部へ向かいます。その3、S2 機関、生命の実。生命の実を持つ、人の体力は無限で、疲れたからといって、休む必要、なし。寝る必要、なし。ご飯を食べる必要、なし。怪我をしても、さすがに辛いようです。自動で回復。そんな人を迎え撃つのが、国連軍。セカンドインパクト発生後、各国の軍隊を統合した、世界最大の軍事組織なのですが、ご覧のありさまです。切り札の M2 兵器を使い、人にダメージを与えるも、数時間で回復してしまい、第三神東京市に到着。ここの地下には、使徒殲滅を目的とした組織、特務機関ネルフの本部があり、もっと下の、地下2008メートルまで降りていくと、使徒の目的である、リリスがいます。リリスを守り、使徒と戦うために、ネルフは巨大な人型兵器、エヴァンゲリオンを保有。そのパイロット候補は、この二人。一人目は、数日前に、初めての起動実験を行い、失敗。そして重傷。もう一人は、使徒が出現した当日に、突然呼び出された、一般人。そんな神事に対して大人たちは、乗るなら早くしろ。乗りなさい。あなたが乗るのよ。乗りなさい。結構強引です。こんなの、乗れるわけないよ。まともな意見だと思います。その頃、地上では人が大暴れ。第三神東京市の下には、特殊装甲という防御壁があり、ネルフ本部を守っているのですが、人の強力なビーム攻撃で、あっという間に貫通。神事を守るため、勝手に動き出すエヴァンゲリオン初号機。いけるそうです。なんだかんだで、エヴァンゲリオンに乗ることになったシンジ。ちらっと説明を受けただけですが、うまく操縦することができるのでしょうか？発進。案の定やられました。しかし、エヴァ、再起動。また勝手に動き出すエヴァ初号機。人が AT フィールドでガードしますが、無理やり突破。その後もめちゃくちゃ攻撃したもんだから、立ち目のない人は自爆しました。知らない天井だ。正式にエヴァンゲリオンのパイロットになったシンジ。
第三神東京市に引っ越すことになったのですが、父親の怒り言動は同居拒否。よろしいのですね。同居ではなくて。ああ、そこで、不憫に思った美里が、シンジを引き取ることにしました。このマンションの11階に、美里の部屋があります。入ってみましょう。って、なんじゃこりゃー。美里は29歳にして、ネルフの戦闘指揮官を務める、優秀な人材ですが、家ではだらしなく、部屋は散らかり放題で、料理もできません。帰宅後は、基本的に飲んだくれており、もしも夜中に人が現れたら、ネルフの戦闘指揮官という立場上、まずいことになります。しかし、人の出現する時間帯は、昼、謎、夕方、夕方、ほぼ、昼状態で、特に問題はありませんでした。そんなわけでシンジが家事を行うことになり、無駄に料理のスキルが上がっていくのでした。3週間後、第三神東京市の中心部から、少し離れたところにある中学校。シンジはここに転校したのですが、クラスメイトに殴られてしまいます。どうしてこんなことになっているかというと、この前の戦闘で、クラスメイトの妹が負傷して、入院してしまったからです。非常招集。そんな時に新たな人が出現。第4使徒、シャムシエル。シンジ君、出撃、いいわね。はい。たったの3週間しか訓練をしていませんが、とりあえず、発進。やっぱりダメでした。投げ飛ばされたところに人が、しかもさっきのクラスメイト。このままでは戦えないので、初号機に乗せることに。なんとか死闘殲滅。戦いを目の当たりにしたクラスメイトは、シンジの苦しみを知るのでした。イカリ、わしのこともどついてくれ。こういう恥ずかしいやつなんだよ。シンジに友達ができました。そして次の友達候補は、同じエヴァンゲリオンパイロットの、綾波レイ。ですが、ちょっとした口論になり、ビンタされてしまいます。その直後、使徒が出現。第5使徒、ラミエル。ラミエルはかなりの大型で、これまでの使徒や、エヴァンゲリオンに対し、この大きさ、エヴァンゲリオン5体分より少し大きい、420メートル。巨大怪獣や、高層マンションと比べても、この大きさ、でかすぎです。そして、すべての人の中でも、トップクラスの攻撃力を持っており、その巨体から発射されるビーム攻撃で、発進したばかりの初号機は、なすすべもなく撤退。シンジは意識を失い、集中治療室に運ばれました。目覚めると傍らに、綾波レイがいて、食事を持ってきたから、すぐに食べて出撃しなさい。と、言うので、怖いからやだ、と信じ。それならそのまま寝てなさい。私が初号機で出撃する。と言い放ち、出て行ってしまいました。やたらとそっけない、綾波レイ。人為的に製造された彼女に、人を思いやる心は一切ない。はずでしたが、シンジと交流を深めることによって、少しずつですが、人間らしい心が彼女の中に、芽生えていきます。その数時間前、シンジが気を失っている間に、準備を進めていたネルフ、ラミエルは、強力な AT フィールドを持っているため、通常の攻撃では、ダメージを与えることは不可能。さらに攻撃力も凄まじいため、近づくことすらできません。そんなわけで、ラミエルから約5キロ離れた位置に、エヴァンゲリオン2機を配備。綾波レイが乗るエヴァンゲリオン0号機は、今回が初の出撃で、宇宙輸送機を改造した盾で、応用担当。
初号機は、ポジトロンスナイパーライフルで、首都の撃破を狙います。一方ラミエルは、ドリルで地面を掘り進め、ネルフ本部が大ピンチ。さらに、ラミエルの攻撃。0号機が盾でガード。初号機はエネルギーを充填中で、攻撃ができません。めちゃくちゃ激しい攻撃だけど、0号機の盾は大丈夫か？問題ない。あの砲撃にも17秒を持つわ。以下の保証書今17秒になりました。まずい。超高温で盾は溶け始め、操縦席も熱々です。立ちました。熱い。シンジは霊を救出し、払えばいいと思うよ。二人は少しだけ仲良くなりました。あんたバカ？転校生、現る。総流アスカラングレーです。よろしく。2号機のパイロットが転校してきました。せっかくなので、2年 A 組のクラスメイト紹介。まずは主人公、碇シンジ、エヴァンゲリオン初号機パイロット。内向的で他人と関わるのが苦手な性格ですが、最近は友達ができて、充実した生活を送っています。幼い頃から家族と離れて暮らしており、久しぶりに会った父親が気になってしょうがない、今日この頃。その父親は、ネルフ最高司令官の、碇玄道。息子のシンジとは、うまくやっていく自信がなくて、いつも逃げてしまう。意外と臆病な性格です。秘密組織ゼーレと、密接な関係にあり、相当な権力を持っているすごい人で、最終目標は、地球上の生命を絶滅させてしまう、人類補完計画。この人はシンジの母、碇優衣。11年前に亡くなっています。次のクラスメイトは、総流アスカラングレイ、エヴァンゲリオン2号機パイロット。幼い頃から厳しい訓練を受けてきた、スーパーエリートで、すでに大学を卒業している天才。ドイツ暮らしが長く、日本語を書くのが苦手です。バカツンス？母親は亡くなっていて、父親は再婚してドイツで暮らしています。次は特殊な、綾波レイ、エヴァンゲリオン0号機パイロット。その体は、亡くなったシンジの母の複製体で、リリスから取り出された魂が移植されている。人を超えた存在。しかし、パイロット3人の中では、能力が一番低く、なんか弱いです。数ヶ月後に、アダムの魂を持った少年が登場するのですが、僕は渚薫、ヒフちょっと勝手スチルドレンに喋らないでください。この少年は、注意力、AT フィールドを発生させる、などの、とんでもない能力を持っているので、霊もそのうち、何かできるようになるかもしれません。お次は、相田健介。軍事オタクでサバイバルマニア。結構な頻度で山にこもって訓練をしており、テントの設営から、料理までこなす本格派です。もしも大災害が発生したら、この経験が役に立つかもしれません。母親はいないため、父親と二人暮らし。ネルフで働いている父のパソコンをこっそり見ていて、ちょっとした情報通です。次は、なぜかジャージの、鈴原当時の予定でしたが、なんや終わりです。